脳は眠っている間に記憶の整理と毒素の除去を同時にやっているって知っていますか？起きている間にはできない、寝ている間にしかできない、そのメカニズムをまとめました。たった一晩の睡眠不足でアルツハイマーの原因物質が脳内で約 5% 増える。これは2018年アメリカ国立衛生研究所 NIH が発表した研究結果です。なぜ眠っている間に脳の洗浄が起きるのか、そしてなぜ起きている間にはできないのか。眠っている間、脳は記憶を整理し、感情を再処理し、毒素を除去する3つの仕事を同時にこなしています。睡眠イコール何もしていない時間ではありませんでした。脳が最も忙しく動いている時間の一つだったのです。今夜の睡眠が明日の脳を作っています。コーヒーを飲んでも眠い。その理由を知ると、眠気は意志でどうにかなるという考えがなくなります。眠くなる仕組みには2つのシステムがあります。1つ目は睡眠圧、覚醒中。脳内ではアデノシンという物質が蓄積し続けます。アデノシンが増えるほど眠気が増す。これが睡眠圧です。カフェインはこのアデノシンの受容体をブロックすることで眠気を感じにくくします。しかしアデノシン自体は蓄積し続けているため、カフェインが切れると一気に眠気が押し寄せる。コーヒーの反動の正体はこれです。2つ目は体内時計、外実リズム、サーガディアンリズムとも言います。脳の視床下部にある視光左上核 SCN という小さな部位が24時間の周期で覚醒と眠気を調節します。この2つのシステムが重なるタイミングが最適な睡眠時間帯。社会のスケジュールと体内時計がずれると社会的時差ボケが生じ、慢性的な睡眠不足と同様の影響を体に与えます。4時間しか寝ていない。それで大丈夫と思っていたなら、続きを聞いてください。一晩の睡眠は約90分サイクルを4から6回繰り返します。各サイクルは浅い眠り、ノンレムから始まり、深い眠り、徐波睡眠を経てレム睡眠へと続きます。そして前半と後半でその中身が大きく違います。就寝後の前半4時間は徐波睡眠が中心です。最も深い眠りで脳波はゆっくりとした大きな波、デルタ波。記憶の転送、身体修復、成長ホルモン分泌はここで起きます。起床前の後半4時間はレム睡眠が長くなります。眼球が急速に動き、筋肉は麻痺した状態。脳活動は覚醒時に近く、夢を見る段階。感情の処理、創造性の強化はここで起きます。つまり4時間だけ寝るという行動は後半のレム睡眠をほぼ全て削り取ることになります。感情処理も創造性も4時間睡眠では機能しません。2013年、ロチェスター大学のマイケン・ネデルゴードがサイエンスに発表した発見は睡眠研究を根本から変えました。眠っている間、脳のグリア細胞が収縮し、細胞と細胞の間の隙間が約 60% 広がります。そこに脳脊髄液が急速に流れ込み、起きている間に蓄積した代謝廃棄物を洗い流す。これがグリンパティックシステムです。最も重要な除去対象の一つがアミロイド β、アルツハイマー病の原因とされる物質です。たった一晩の睡眠不足で脳内のアミロイド β が約 5% 増加する。2018年のアメリカ国立衛生研究所 NIH の研究が示しました。さらに横向き、側外で寝るとグリンパティックシステムの効率が最も高まることも判明しています。毎晩しっかり眠ることが認知症予防の最も強力な習慣の一つ。これはエビデンスのある事実です。ここまでの話では、グリンパティックの話が調べてて一番眠らないとまずいと思った話でした。僕は平均睡眠時間がだいたい6時間以下ですし、好きなゲームの発売日には22時間ぐらいぶっ通しで起きていたこともあったので、アルツハイマーまっしぐらだなぁと
アルツハイマーのリスク、自分でコントロールできるなら、ちゃんとしていかないといけませんね。後半は睡眠が感情、記憶をどう変えるか、そして睡眠を科学的に最適化する方法を解説します。寝る前の勉強は無駄。これは大きな誤解です。眠っている間に記憶は完成します。徐波睡眠中、海馬ではリップル波という神経活動が起き、昼間の学習経験を約20倍の速度で大脳皮質に転送・再生しています。タイミングも重要で、ロバート・スティックゴールドらの研究が示したのは、学習、すぐ睡眠の組み合わせが最も記憶定着率が高いということ。寝る前に学んだことは、睡眠中の最初のサイクルで最も活発に転送処理されます。寝る前の復習は科学的に最も効率的な学習法です。また、睡眠の前半と後半で記憶の種類が異なります。英単語、歴史の年号のような宣言的記憶は徐波睡眠が固定する。ピアノや自転車のような手続き記憶、運動スキルは一晩の睡眠の約半分を占めるノンレム睡眠の一種 N2 睡眠が固定する。スポーツ、楽器の上達には練習後の良質な睡眠が文字通り不可欠なのです。寝れば気持ちが楽になる。これは科学的事実です。ノルアドレナリンは脳内でストレスや恐怖、興奮を感じた時に放出される神経伝達物質です。覚醒中は常にある程度のノルアドレナリンが分泌されており、これが感情体験を鮮明にする一因です。マシュー・ウォーカーとエルス・バンデアヘルムの研究が示したのは、レム睡眠中だけ脳内のノルアドレナリン濃度が著しく低下するということ。このノルアドレナリンが少ない環境で感情記憶が再活性化されることで、記憶の内容は保持されたまま感情的な強度だけが和らげられる。嫌なことがあって眠れなかった翌日としっかり眠った翌日で同じ出来事への反応が変わるのはこのメカニズムのためです。逆に睡眠不足の翌日、ウォーカーらの研究では35時間連続で起き続けると不快な映像への扁桃体の反応が 60% 増加し、前頭前野との接続が切断されることが確認されています。睡眠不足の人が感情的になりやすいは神経科学的に証明された事実です。良質な睡眠の鍵は夜ではなく朝にあります。先ほど説明した視光左上角 SCN は朝に強い光を受けることでリセットされます。リセットのタイミングから約14から16時間後に眠気を誘うメラトニンの分泌が始まります。つまり朝の光の浴び方が夜に眠くなる時刻を決めています。ション後30分以内に屋外の自然光か強い室内照明を浴びること、これが体内時計のリセットに最も効果的なアクションです。一方、夜のブルーライト、スマートフォンの画面光は波長480ナノメートルの生殖光を発し、 SCN がまだ昼だと誤認識する原因になります。就寝2時間前からスマートフォンの画面を避けることが推奨されます。2017年のノーベル生理学・医学賞はこの体内時計の分子メカニズムの解明に贈られました。外実リズムは脳だけでなく肝臓、心臓、皮膚のすべての細胞に存在します。睡眠は全身の調和の問題なのです。なんとなくやっている睡眠習慣に科学が明確な答えを持っています。最も重要なのは就寝起床時刻の一貫性です。週末の寝だめは睡眠負債を解消しません。毎日同じ時刻に起きることが最も効果の高い睡眠習慣です。次に光の管理。起床後30分以内に強い光を浴び、就寝2時間前からブルーライトを避ける。寝室の温度は18から20度も重要です。体温低下が入眠のトリガーになるため、寝室が暖かすぎると深い睡眠が妨げられます。就寝1から2時間前に40度、15分の入浴も効果的です。一時的に体温を上げ、
その後の体温効果で自然な眠気を引き起こします。そしてカフェインは午後2時まで。カフェインの半減期は5から7時間のため、午後2時以降のコーヒーは夜の睡眠を妨げます。そしてアルコールは睡眠を助けないという事実も重要です。入眠を早める効果はありますが、レム睡眠を大幅に減らし、感情処理、記憶固定化を阻害します。脳と意識、感情、記憶、トラウマときて、最後に睡眠を調べてみたら、全部が睡眠とつながっていました。記憶は睡眠中に固定される。感情は睡眠中に処理される。アルツハイマーの原因物質は睡眠中に除去される。毎晩の睡眠は単なる休息じゃなくて脳のメンテナンスタイムなんだと実感しました。皆さんは睡眠で何かこだわっていることはありますか？変えてみたことや効果があったことなどがあれば参考にしたいので、ぜひコメントで教えてください。チャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。